あ、どうしましただな。マシマシよりちょっと多いぐらい。あ、美味しい。日によってはちょっと3時の時とかもあったりするんですが、下で20分ほど揺れるって言うてはったんですけど、はい、ということは別にそんな麺自体も高水ではないってことですかね。高水ですね。あ、高水。高水です。まあ多分混合比加水率とかっていうのは秘密にされてはるかもしれないんですけど、高水の部類ですね。提供後も伸びにくいっていうのもあるんですよ。まずバラかけという作業が、1回とで2回に分けて、はい、やります。明太自体はだからバラかけの段階でまだ粗悪というか、粗いものになりますけども。バラかけっていうのはここを押す作業ですか。あ、おっしゃる通りですね。バラかけ段階では滑らかさはないですね。聞いたかもしれないですけど、今日声明してもらってる高垣さんは実は卒業したバラックなんですけど撮影のために戻ってきてくれたんですよ。いや、映像に言ってくれてますけど、宣伝兼ねて。そう、今後開業予定なんで。どちらで？今ちょっと言うと和歌山の岩出というところがあるんですけども、チャーシューの塊肉に
スープかけられたじゃないですか、はい、あれはどんな理由？あれは温めるのと、あとはスープ入れてちょっとだしを出すっていう感じです。なるほど。ちょっと食べたらある程度分かるから、まあ、ラーメンってこう基本的にスープで、まあ、材料以外に作り方で2種類あって、鶏切りと言われる形とそれ以外かっていう鶏切りっていうのはもう作って完成させるんですよ。完成させたやつをうどん屋さんの出汁とかも基本的にそうですけど、全部作ったやつを最後温めてお客さんに提供する、これ鶏切りっていうんですけど、結構さんとかうちはこれリアルタイムで作っていってるわけですよね。この味ができてないのをこの場で調節してリアルタイムで味を調節しながら作って出すって方法なんで、これに関したらちょっと勘みたいなのがすごい重要になってくる。だから僕初めての人とかラーメン屋さんとかやり方聞かれて全部教えるんですよ。そういう人の全然いいんですよ。同じもの作れないんでみんな。赤色は何ですか？お湯が飛ぶんでご注意ください。1名さんですか？何グラムにしましょう？はいやー。はい、次入るよ。はい、お待たせしました。どうぞ。はい、じゃあ先頭の方どうぞ。
ざいました。またお願いします。ありがとうございました。またお願いします。よいしょ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。またお願いします。いらっしゃいませ、どうぞ。せーの。ニンニク入れますか？入れまして。はいよ。はーい。あ、こちらの席どうぞ。店長もすごくいい方なので入りやすいですね。ラーメンもすごいやわ麺なんですけど、小麦のいい感じが出てる。ラーメンの具材の野菜が他の二郎系と違ってクタクタっとしてる。アルバイトじゃないですけどお手伝いをやらせていただいたことがあるんです。仕事の仕方がすごく丁寧なんですね。そこの裏を見たいなというところもあって、たまたま休みだったので誰か手伝ってくれませんかっていう、情報を SNS で見て、ぜひ行かせてくださいっていうことで、そこで奥さんやられてるところに今出してもらいましたけど。もうちょっとはい、もうね、ごめんなさい。どうぞ。追加できるって言ってください。お待たせしました。どうぞ。お待たせしました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、お待たせしました。看板がついてる間はお客さんが入ってもらえるって、ここ準備中でもいいっていうルールでパッて閉めやるんですよ。排水垂れ流しなんで汚れないように気をつけて。大丈夫です。やっぱ遅くなってるよな、ちょっと。持ってきます。これも僕は早起きできないんで、明日の昼営業分まで切ってきます。
ありがとう。ごきげんよう。まあ、二郎系ってこのプラ券使うのが文化というか、うちもプラ券で行きたかったんですよ。でヤフオク見てたら別券売機ってなんぼかな、高かったら40万ぐらい中古で、2万2000円でたまたまお風呂屋さんの中古のやつがあったんですよ。東大阪の方でちょっと近いところのお風呂屋さんが潰れたばっかりで、だから常連さんとかやったら昔行ってたわとか、あれなんでこんなとこあんのみたいな感じで、これを見てジョイフル錦の閉店を知る人も中にはおったりとか、その名残でおもろいからってことで店頭風のノータオルとか、もうさっき言ったみたいにお店の中がすごい暑くて汗かくんで普段使いしてもらえる金額でと思ってね、販売してます。保育と、保育だ。どうも。すみません、皆様だ。ありがとうございました。お気をつけて。これが忖度や。これが忖度や。世の中ももっと生き生きする。あなたが自分らしく生きていける勇気も。ニンニクってあります？あ、そうなんです。そのマークの下に DJ やさい2024って文字を入れたんですね。今年あと2ヶ月後で終わるのになんでこれチャンネルが青井さんに挑戦しています。どうぞ。ちょっとおかわりが今ないんで、今からするのもしかしたら間に合えば。もう俺私谷焼きやから。お待たせしました。ニンニク入れますか？野菜増し、油増し。はいよ。はいよ。はい、いらっしゃいませ。1名さんですか？麺の量何グラムにしましょう？250。はいよ。6になるね、これでね。はいよ。ニンニク入れますか？野菜ちょいますね。はいよ。はいよ。お待たせしました。どうぞ。いただきます。食べきりました。食べきりました。汁まで。お店はどれぐらいの頻度で来られるんですか？僕はもう週3回ぐらい。週3回？はい。もう年に数えたらもう100回超えるか超えへんかをいつもちなみに今年は？ちなみに今年で105です。もう余裕で超えてますよ。はい。今年は105です。このペースで言うと120ぐらいですよね、多分。あ、もっといくか。工藤さんだけなら余裕の大谷超えです。大谷超え。超えました。超えました。もう必ず食べられるメニューが醤油ラーメンです。醤油ラーメン。はい。この始まりの味がね。もう浮気せず。浮気せず。でもね、工藤さんやったら塩ラーメンもあるし、定期的にデスピザっていうちょっとあれなんていうの、タバスコとかで、あとチーズたっぷりもうピザのように仕上げた汁なしのラーメンがあったりで、夏場はたまたま卵が入って玉に入れたっていう、あるんですけど、この人はかたくなに醤油です醤油をデスピザっていう限定やるんですけど、その時に僕らこう集まってで一緒のタイミングで入ったりするんですけど、この方だけ買うのはいつもの食券です。だから僕らは別に基本話合わせたりしないんですよ。グッと来たら一緒におるっていう、もうそういう確率は結構高いですよね。何かがね、やっぱり巡り合わせてくれるとか、それだけ人が集まる美味しいラーメン屋さんとかね。めっちゃいい。
もう豚のスープねふんだんに使ってますけど、もう調子いい時ここ曲がったところに美容院あるんですけど、もうその越えたあたりからも匂い漂いますんで、だから僕が夜散歩してる時にええ匂いする思ったらもう今日はもう工藤やなってそういうタイミングで行ってます。何を食べられたんですか？僕塩ラーメン食べました。僕は醤油の汁なし2人とも。醤油汁なしです。お味いかがでした？他の二郎系よりちょっと麺柔らかめなんですけど、普通にしっかり二郎っぽいインパクトがあって美味しかったです。あれですね、麺が柔らかい食べやすいですね。塩ラーメン初めて食べたんですけど、やっぱなんかあっさりはしてるんですけど、やっぱ二郎っぽいとこ残してて美味しかったです。500の1万円の時にちょっとこう悪い目立ち方じゃないですけど、言い悪い方してるのちょっと悲しかったですね。なんかもうお店の善意でねやってもらってるんで、1万円罰金みたいなところだけ大きく言われたりするのは、まあそこはあんまり勘違いされてほしくないなっていうのはちょっと思います。はい。まあ1万円をお預かりされるっていうところとありましたね。いや、なんかもう当たり前になって思うたもんな、1万円預かるのな。今日はなかったですけど、やっぱ夜とかやったらこう冷蔵庫のところに1万円貼るクリップがあるんだよね。それが最高3万とかなったりするような。あるよな。2万3万とかいったりするから。もうみんなそれがもう周知の事実で、何やったら1万円預けたくて来てる人までいるよね。おるおる。なんか挟んでる写真撮って返すとこの動画撮られる。そう日常でそういう食事をしながらこうスリルを味わえる体験ってなかなかないと思うんで、だから僕が主にこの二郎系のラーメンは普通の食事というよりアトラクションに近いなと思っているところがあって、普通の食事と比べて、まず並んで食べていただいて長い間待ってもらって、来たらそのサービスと正反対のことが結構あったりするわけですよ。こうお客さんをもてなそうって気持ちはあるんですけど、その大きいたくさんの量を一気に時間内というか、もうつつきのラーメン作り始めるんで、食べてもらわなあかんから、ある種お客さんからしたらストレスなんですけど、同時に達成感もあるという、このなんていうかアトラクション感というかスリルというか、そういうのも一つこの二郎系文化の魅力の一つかなって僕は思ってて、で1万円に関したら本当にフードロスというか、遊び半分で頼む人が少なくなってほしいなっていうのが一番の要因やったんですけど、今はそういうなんていうかお客さんもちょっと楽しんでこのシステムを理解してもらってるっていうのを考えると、結果としてはやってよかった。茹で時間が20分のお店、多分うちだけだと思うんですよ。このお店ができた成り立ちというか、あれに関したら、僕もともと歴史を刻めっていう、有名店で働いてて、そこの常連やったんですよ。前のお店の社長にうまいもん作れって言われたら、どんどん麺が柔らかくなってたんですよ。でそれでなんていうか、関西で柔らかい二郎系出すのが僕だけになって、で一応グループなんで僕だけちょっと違うタイプの製品を出すのは問題やということで、ある時こうちょっと柔らかい麺ちょっと作るのはなしにしてくれる、お店の回転の問題とかもきっとあると思うので、その時に一応会社員なんで2ヶ月ぐらい我慢して作ったんですけど、ちょっとやっぱり僕が美味しいと思うものを提供してお客さんに喜んでもらうっていうのとちょっと方向性変わってしまったんで、柔らかい麺専門のお店を作ろうと思って、それで作ったのが5年前だから、本当になんていうか、お客さんみんなのことを思って作ったお店ではなく、その柔らかい二郎系が好きな人というか、このお店の存在意義は僕が食べたいものを全力で作るための装置というか、僕が美味しい自分が好きなラーメンを作るためだけに作ったと言っても過言ではないですね。そんなラーメンなんで、当然すごい好き嫌い分かれるんですよね。誰かにとったら120点ですけど、もう平均的に見たらもう60点あればいいかなぐらいになっとって、
突出してるところ。そうですそうです。もう麺20分茹でてるのは間違いなくうちだけだと思うんで、でそういう環境なんで、よそのお店で食べれる人が大ラーメン頼むんですよ。で食べてみたらもう、あまりにも別物なんで、それで残すっていうパターンが結構あって、で、この二郎系で大っていうのはちょっと残したらあかんって、前の修行先もそうやったんで、それでこうどうしたら残さないようにできるかなって考えた結果、その罰金というか、このお預かりをもらうっていうのがちょっとアイデアになって、妻とかと話した時、1000円とかでもいいんちゃうみたいな話だったんですけど、1000円やったらこう1000円払ったら残していいんやみたいなって風になってしまうと、遊び半分で注文するのを阻止しようっていう目的で、切りがいいところで1万円ということにというちょっとルールを始めたのがもう2年前ですかね。随分そのツイッター自体は、ものすごいこうそうですね、インプレがすごい続いて、でもなんか僕はそのアンチがたくさんいる状態っていうのが実はすごい好きやって、それだけ関心を持ってくれてるんだなっていうのをその裏返しというかってとこなんで、関心を持ってくれてるのは商売する上でいいことなんで、万人に受けずともこう自分が納得できるルールでこうお店を運営できていけたらいいかなとは思ってますね。それの前にその夫婦喧嘩って休まれるっていうのが、それの前にあったその事件というか、時系列で言ったら夫婦喧嘩が先でした。あんな形でそんな取り上げられると多分本人も思ってなかったと思うんです。ほんまになんていうか、逆にその理由も言わずに長期休暇になってしまったら違うところで心配されるお客さんもいるかなっていうのも確かにあったりもしますね。よく晴れた日ですね。なんかその長いのできます？
グツグツ刺して上にかけるで、まあ多くたら12キロぐらい。全部食べれるか。はいどうぞ。ラーメン並が3丁です。レア。何が一番人気ですか？まあやっぱり先ほど作った醤油ですよね。あとは味噌とか、辛いの好きなら辛味噌とかですよね。いらっしゃいませ。どうぞ。はいどうぞ。
分類作成の早い時期の導入によってを重視してきた電光論理の勉強は揺らぐ岐路に立っています。やっていた熱病7個が怪我をしました。売上高が去年の同じ時期と比べて 4% マイナス。その販売不振が来ますいません、お待たせしました。ゆっくりどうぞ。美味しいです。これご注文は何されたんですか？熟女ラーメン。ニンニクマシマシで。マシマシで。やっぱりニンニク入れたら美味しいです。あ、美味しい。チャーシューがうまい。チャーシュー美味しい。柔らかい。もやしは何キロぐらい使うんですか？平日で40ぐらいかなっていうんですけど、忙しなれば、まあ大体約70キロぐらい。そんなにですか？マシマシとかになれば、そのやっぱお客様のオプションによるんですけど、野菜だけで 600g なんで、麺が200で合計がまあ 800g ぐらい、特盛りが450なので、そうすると1キロ超えるんですよね。中には入れますよ、食べる方。入れるんですか？入れます、特盛りのマシマシ。はい、おおきに、ありがとうございます。おおきに、ありがとうございます。いらっしゃいませ。
一番さん。黒い容器、何個やろはい、足ラーメン。これが6番さん。はい、どうぞ。ないだ、おおきに。おい、小太郎さん。お味いかがですか？パンチは効いてるからいいと思う。俺は好きや。女性も食べれる。
はい、これ1番。はい、3番さん。はい、いらっしゃい。はい、どうも。はい、9番苦しいです食べれないです。味美味しかったです。めっちゃ美味しかったです。美味しかったです。味付け背脂とチャーシューでたまらんね。もやしも増し増しで。どうぞ、前から失礼します。はい。はい、4番さん。4番さんです。5番さん。はい、汁なし。3番さん。
にこうしっかりなっていくっていうか、そんな感じはするような感じでっていうことでね、運動をやるわけことができるだけで行動を大切にしてし宇都宮方面に向かう方には瀬田西インター付近で6キロ半径、神戸に向かう上りは宝塚西トンネルとがまで2キロ、入札です。新名神集中コースのお知らせです。5月7日に西トンネルで7キロのたまたま試合終わりに来て、食べてみたいなという話でハンバーグ快適な感じでつけてハンバーグ見つけて麺がもちもち美味しかったです。豚骨系ですよね、濃厚でめっちゃ美味しかったです嫁さんジモさんジモさんごめん、それ放り込んだら鍋なんかつけといて。はい、順番にちょっと雨だったらはい、今から肉醤油ラーメンおかずです。はい、どうぞ。おそらく300人近く来たと思います。1日でですか？そうです、1日で。向こうのケーキ屋さんのところまで。ケーキ屋さんまで。そんなずっとだから。ラーメン高垣の、高垣智之と申します。ありがとうございます。
ちょっと大阪出て戻ってくるっていう選択肢を取ったんですよ。ですので、一つがラーメンが好きですっていうところを2人に選ばせてもらって1年足らずぐらいで店長に任命してもらって経営の部分ですね、数字の部分とかを学んでいってて、自家製麺でやりたいっていうのはかねてからずっと思ってたんで、自分のが食べに行って美味しいって感じてたやっぱ工藤さんに製麺としてねお世話になってたんですけど。
分の店をオープンしようかってなった時に、まあ嫁はまだ美容師だったんで、僕のその店を手伝ってくれるって言うて、ここを辞めてくれて、でこっちの方にいろいろと専念するように調整していってくれてるんですね。まあここからやっぱ嫁と家族のために、もちろんお客様に対しての今まで培ってきたものの恩返しっていうのはずっとで一緒に働いてきてくれてた仲間たちですね、皆さんに感謝の目を込めて、このラーメン高垣は12月31日をもってグランドオープンまでたどり着けたっていう、そういうふうな行き先ですね。だから嫁が大好きっていうことです。ちょうど娘ができてからの結婚だったんで、高校受験なんで、まあ、16年、17年ぐらいですね。16です。これはチャーシューになってます。こ
グした時に骨の髄のエキスが残った状態のものも一旦酸化とか劣化防止のために引き上げてたものを再度利用します。これは工藤さんでね教えてもらったやり方ですね。皆様こんにちは、ラーメン高垣の、高垣智之と申します。今日ですね、12月31日、大晦日、一人一人が、大変な日やと思います。そんな中、しかもこんだけ雨降ってるのに集まってもうて、大変ありがたく思います。で、2年間ね、僕ね、大阪で、長井と吹田で修行させていただいてたんですけども、そこで培ったものっていうのをこの和歌山、僕は和歌山で生まれた人間なんで、この和歌山で皆さんにその2年間の修行の全てを受け取ってもらいたく思いますね。で、その2年間で出会ったお客様であったりとか、今日は来ていただいてる力強い仲間の支えのもと、今日はこの時間をこの場所にたどり着くことができました。では、あと10分ほどですね、会計化しますので、もう少々お待ちください。ありがとうございます。すみません、準備してきますね。お待ちください。で、もうね、人が
か生姜とかナスのトッピングは出しましょうか。麺あります。はいどうぞお待たせです。いただきます。お待たせです。あればあれだけいい。お味も満足されました？満足しました。もう丼空っぽにしたんで、とても美味しくいただきました。ありがとうございます。頑張ってください。お気をつけて。ごちそうさまでした。ありがとうございます。うまかったです。ありがとうございました。お気をつけて帰ってください。ご視聴ありがとうございました。
はい、8番さん200のニンニク少なめですね。はい、圧で気付けてください。はいよ。ラーメン300です。どうぞ。ドカンやらないですか。まず。結構皆さんやってはりますね。うちのお客さんでもそうですね、3、4割の方はやってはります。どっちかというとそれは皆さんスタンダードってかける方も中にはいらっしゃいますけど、マシマシ少なめ。マシ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 。300の野菜少なめで後がマシマシです。めっちゃ美味しかったです。なんか二郎系ってもっと大味なイメージあったんですけど、なんかよくわかんないですけどうまかったですね、めっちゃ。ちょっとホッとしました。そうですね。初めやっぱ並びなかったんでどうなるんかなってちょっと思いましたけどね。次から次へと出てくるもんで、まあオープンなんてそんなもんなんでしょうかね。
ンドオープンに駆けつけていただいた皆様、本当に心から、お礼申し上げます。このグランドオープンまで来れたのも皆様の力があってこそのもので、皆様の意見とアドバイスがあってこそたどり着けたものやと思っております。皆さんの応援に、泥を塗らんような形で今後も進めてまいります。長い一日でしたけれども、朝早くからこんな遅くまで皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。いらっしゃいませ。どうぞ。醤油ラーメン。醤油の中盛りを。中盛り醤油です。手打ち醤油です。ありがとうございます。ありがとうございました。手打ち麺、もちもちの手打ち麺とね。家賃ちょっと安かったんですよ、ここ。はい。で、まあ、そこと一緒ぐらいで、この麺打てるスペース取れるから。
これ今やってはるのは今日の分ことですよね。昨日寝かして昨日寝かして、はい、これまた金曜日使うんです。あ、金曜日に冷蔵庫でまた寝かせるんですよ。はあ。このままやと柔らかすぎて使えない、一応一晩寝かして熟成させてるんですけど、はい、冷蔵庫で冷やしてちょっと置いたらしっかりするんですよ。落ち着かせるって感じですね。もう熟成とかじゃなしに。なるほど。大学生ぐらいからやってるんですよ、これ。あ、そうなんですか。そう。一回上新電機就職したんですけど、はい、やっぱり肌に合わなくて、大人数と働くっていうのができへんかった。ボールが好きやったんですよ。はいはい。だからサービス業が好きなんかなと思って、いろいろ勉強できるかなと思って行ったけど、ちゃうなっつって。またちゃいますもん。そう。販売員の苦労もあるんやなっつって。で観念してラーメン屋さんで仕込み嫌いやったんですけど、不器用やからね、観念してラーメン屋さんします。
からずっとなんか転々とやってあ、いろんなラーメン屋さんそうですね回られて、ずっとチェーン店のラーメン屋さんだったんですけど、はい、気付いたらもう独立しましたタイミングってやっぱり僕があれですね、コロナですね、やっぱりコロナの時にちょうど上新庄おったんですけど、この前の店は天神記っていうラーメン屋さんの姉妹店やってたんですけど、そっち狭いんですよ。でこっちの方が広いから僕こっちを押してるんですけど、住所とか X に書いて載せてるんですけど、あ、マジですか。あ、ほんなら僕らもちょっとそれ見てこっち止めてください。こっちの方が広いから後でちょっと撮影も行ってきます。割れた。醤油良かったですか？はい。いらっしゃいませ。中盛り醤油です。手打ち醤油です。手打ち醤油。
はい。ありがとうございます。汁なしを。いただきます。めっちゃ美味しいです。いや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 。いらっしゃいませ。お待たせいたしました。塩です。はい。マップ
プで見てて、はいこの近くでラーメン食べようかなと思って、はい行ったことないところ行きたかったんで探してたらここあったんで、写真美味しそうだったんで、何を頼まれたんです僕醤油で塩頼んでた。か？塩はどんな感じでした？塩美味しかったです。美味しい。今日何頼まれたんですか？普通に醤油ラーメン。醤油ラーメン。いつも大体毎回来られて醤油ラーメン。お味噌が美味しくて、冬になったらお味噌出てくるんで、それ楽しみに。あ、じゃあそろそろ12月って書いてたんで。じゃあまた12月またに来られて。そうですね、近々。はい、ありがとうございます。醤油豚ストッキングセットした月に2、3回は4回ぐらい来てるかな、週1ぐらい来てるかもしれないですね。いつも頼まれるメニューとかって決まられてるんですか？いつもはね、結構デフォルトのもう醤油が多いんですけど、僕結構スタミナとか、夏のね、冷やしのラーメンとか、あの辺は結構ガンガンいきますね。はい。おすすめなんかはありますか？おすすめ、僕のおすすめは結構スタミナがおすすめです。限定のスタミナが。もう少ししたら多分出てくると思いますけど、はい。めちゃくちゃ美味しいです。はい。いつも醤油の中盛りですね。何が気に入られてます？やっぱちょっと生姜の効いた酸味が美味しいですね。手打ち麺、もちもちの手打ち麺とね。もうコンビみたいな。まあコンビみたいなもんですね。いらっしゃいませ。どうぞ。はい、どうぞ。お待たせいたしました。どうぞ。どうもありがとうございました。冷水で洗ってるのが打ち粉、打ち粉、手打ち麺やからさ、普通の麺より打ち粉多いんや。そのままでやったらべっちゃべちゃなの。それを取ってるだけ。あ、そうなんですか。ベタやろ今回のやつ。いや、本当にただの学生で教えてもらってるだけです。で趣味で家で料理したり。
料理はめっちゃ好きなんですけど、やっぱラーメンはもう無理っすね。話聞いてたら、あ、こんなんできんわってなるっすね、やっぱり。ごちそうさまです。また来ます。顔出し言ってんじゃん。これ言うんじゃん、これやっぱり。あれよっつって。危ないかもです。ありがとうございます。ありがとうございます。都心部とはまたちゃうんですよ、東大阪って。ああ、そうか。都心の方はやっぱりおしゃれなラーメンが流行るんですけど、東大阪ってやっぱなんか特徴ないと来てくれへん、なんか職人の街というか、やっぱそっちの方が受けいいというか、そうコアなお客さん多いですよね。